だからやっぱりその私たちのこの休んでるとか休みたいとか、その休むっていうこと自身がね、マインドなのかハートなのか、肉体なのか、あるいはそれとも全部なのか、でそのバランスが取れてないところがどこなのか。ようこそみなとロミのビジョン心理学サロンへ。今日は、はい、お休みがテーマなんです。お休みね。いいおですね。休み取れてますか皆様。ね。お疲れの方多いように思いませんか？多いですね。私のお客様もね、とてもお疲れで、ちょっと体壊してらっしゃる方、多いなと最近思ってます。早々にね、うちの娘の学校もインフルエンザで。そう、早かったです。1ヶ月ぐらい早かったですね。今年早いって言いますよね。やっぱりこのなんかこう休むって言っても、上手に休めてるかなって自分は思うのね。自分に対してもクライアントさんもそうだけど、遊ぶの上手な人がうちの人たち多いから、割となんかこう、よく休んでるかなっていう感じもするけど、内側は経営者さんとかだからいろいろプレッシャーがあったりとか、社員のことであったりとか、悩みとかね、ご家族のこととか、お子さんが受験ね、今からもうこのね11月以降ってもう本当に半端ないプレッシャーなんですよね。ですよね。もう11月の声を聞いたら、その集合無意識が開いてきて、もうお受験の人たちの本当にお察しいたします。なんか一言で疲れって言っても、体の疲れもあれば、頭の疲れもあるし、その心、感情的な疲れもあるし、でそれぞれ疲れ方がちょっと違うし、その疲れを休める休め方も違うんですよね。なんか1時間朝ゆっくり寝たらパッて元気になれるっていう人もいるし、2日間寝続けたけどかえって疲れちゃったっていう方もいるし、疲れてるからじゃあゴルフに行ってとかスキーに行ってとか、遊びに行って帰って肉体は疲れちゃうとか、悩みはね、週を越しても別に何も解決してませんからね。ピーポーピーポー言ってますね。お疲れの方多いですか？多いみたいですね。本当に。いや、寝ても寝ても疲れが取れない。で、休めない。よってインフルエンザになって初めてなんか強制的に休まなくてはならないみたいな、そんな方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。その休むといろいろとこの心配事とか、それから競争している相手のこととか、それから普段はもう疎遠になっちゃったけど、気にもなってない人のことが急に気になりだしたりとか、あれなんか子供のあのことどうなってたかなとか、急にいろいろとこうまたマインドが忙しくなってきて、それでまた帰って気疲れしちゃうっていう、そうなんですよね。普段はもう本当に何て言うのかしら、何も考えずに馬車馬のように進んでらっしゃってる方ほど、いざなんか休むってなったら、なんかでもあの仕事がまだ片付いてないとか、あの電話はどうなっちゃったかなとか、あの人はどんな風になってるだろう今はって、もう心配と頭の中でやるべきことのトゥドゥーリストがタタタタタと降りてきちゃって、なんか全然休んでるんだけど気持ちはもう焦ってばっかりでっていう方もいらっしゃれば、インフルエンザみたいになるとね、もう休まなくてはいけないから、かえってごめんなさいっていう気持ちにはなるけれども、大手を振るって休めるっていうのはあるじゃないですか。自分が怠けてるというふうに思わなくてもいい。そこからは解放されるんですけれどもね。でも、なんかそういう時に虚しさがひた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 って押し寄せて忍び寄ってくるっていうようなこともありますよね。私の人生これでいいか。わかるわかる。忙しいとやっぱりもうやることが目の前にあるから、それに向かってるから、なんとなくこの辺で気になってるんだけど、止まって休むとこの気になってたことがこう目の前にバンと来て直面するわけですよね。そうすると圧倒されてたりとか、がっかりしてたりとか、何か本当はこうあったはず自分の人生はとか、こうであるべきなのにっていう自分に対するプレッシャーとか、もういろいろな普段感じていることってこんなにないまぜなんだなっていう、そうなんですよ。なんか不安、恐れ、それからなんか虚しさ、寂しさ、なんかそういったものがひた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 って
孤独とかね、結局自分ってこうなんだっていう、やってもやっても結局またここにいつか来た道みたいな、その自己概念って私たちは言いますけれども、そこにどうしても直面せざるを得ないわけですよね。だからそれを私たちはこのマインド、頭の中では、じゃあこうやってこうやってこうしたら今度はうまくいくんじゃないかなとか、じゃあこれを手放していったらうまくいくんじゃないかなって言って精査をしたりとかするんだけど、それは全部外側のことを変えようとする企みなわけですよね。だからその頭の中のもう止まってしまうと今度鬱っぽくなったりとかもするじゃない。ありますあります、あります。で鬱っぽくなった時っていうのは何かその失ったものっていうことに対するこの喪失の感じ、嘆きっていうことが未完了だったりとかして、で私もこうたまにこう休むと急に母のことが亡くなった母のことが出てきたりとかして、あ、そうだ、もう亡くなっちゃったんだなとか、普段はそのことをもう受け入れてるし乗り越えてるつもりなんだけれど、急になんかやっぱり寂しいなとか、そういうことはこう思うわけですよね。だからいっぱい私たちの中にこう層のようにいろいろな気持ちがあるから、それを一つずつこうやって出してきて感じるっていうことができたらすごくいいし、それからその頭が忙しい時はそのさっきロミちゃんとかおっしゃってたけど動いた方がいいって言ってたでしょ。そうなんですよ、そうなんです。頭の中がもうぐる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 回って回って仕方がなくて、体は休んでるんだけれども、ちっとも休んだ気持ちにならないっていう方も結構いらっしゃると思うんですよね。で、そういう時に考えてることっていいことってないんですよ。むしろろくなことはない。ろくなことない。大概は自分を責めるようなことばっかりで、あれができてない、これができてない、これがまだだった、あれはやっぱりこうしたらよかったんじゃないか、ここはこんなことを言ってはいけなかったんじゃないか。もうね、なんか引っ張り出してきてまで自己攻撃しますよね。そうなんですよ。でもなんかどんどん自分から自分を落としていくみたいなことになるので、あんまり良くなくて、でもそれくらいだったら机の上片付けた方がいいとか、おトイレ掃除した方がいい、玄関お掃除した方がいい、あるいはお散歩に行って何かやった方がまだいいんですよね。で、あ、やったという満足感を得ていただきたいなんて思いますけれどもね。確かに、だから疲れっていうことと、それから休むっていうこと、それもやっぱりすごく大事よね。そうなんです。話せなくて自分の気持ちを言えなくて疲れてらっしゃる方もいらっしゃるんですよ。もう我慢に我慢を重ねて、大概はいい方なんですよ。すごくいい方で気を使われる方ほどそうなりがちなんですけど、いろんなこと考えてて我慢して言えなくって、でそうすると我慢疲れみたいな感じで本当に疲れてしまわれるんですよね。もう何でもいいから吐き出したらって。そうね、本当にね、そうですね。だからこのハードワークをやめようとか、そういう風潮はあるけれど、その休むっていうことについて、感情について私たちが習ったことがないように、ね、学校は週休2日ですよとかなんとかですよっていうその枠組みはあるけれど、その自分はこうやると効果的に休めてるんだとか、すっきりしたなとか、ね、類活って言ってなんか泣ける映画とか、そういうのがあるんですね。見るっていう人もいて、それを見て泣くとすっきりするから疲れが取れたっていう人もいる。なるほど。あなたの疲れは体の疲れですか、それともマインドの疲れですか、それとも感情の疲れですか。人間関係休み方が違う。そう、人間関係は疲れるっていう方多いんじゃないでしょうかね。いい人なんですよ。そうね、だからこう自分は悪くないはずなのにとか、正しいのにっていう方に入っちゃうと、もうそっちを握りしめてるから、そっちにパワーが使われてしまって、盲点がどんどん大きくなっていっちゃうし、今あるこの素晴らしいことに感謝が足りなくなったりもしますよね。そう面白いことに自分の正しさっていうのを主張したくなる時ってあるじゃないですか。絶対私正しいって、で主張したくなる時ほど疲れるんですよね。で不思議と周りの人も疲れさせてる。でもってうまくいかないの。そうダメじゃないね。ますます疲れるじゃないですか。でもっておかしい、私は正しいはずなのにって。2週目そういうことありますか？
正しさじゃなくて私が欲しかったのは幸せだったとか、私が欲しかったのは仲良くなることだったとか、そういうことを思い出せると少し楽かなっていうふうには思います。で、人によっては、でもね、正しさを徹底的に主張することで抜けてくる方もいらっしゃる。で、これだ絶対こう思ってんのよっていうことが言えない方っていうのは、思いっきりご自分の正しさを主張されるとちょっと元気になれるってこともありますね。まあ、相手の人を選ぶ必要はあるかもね。あります。あります。ね、彼氏とか彼女だったら、いやもうちょっともう手に負えないなって言ってブロークンしちゃう場合もあるから、まあ時と場合っていうことちょっと話を聞いてくれるとか、今から自分がこういうことで正しさを掲げてるから、それを全部フリフリゲームで言うから、ちょっと楽しんで聞いててくれるとか。いいね、そのフリフリゲームって。何々になったフリとかね。名カウンセラーになったつもりで、何もその傾聴だけしてくれてアドバイスなしで聞いてくれるとか、そういうセットアップがちょっとやっぱりその遊び心が入ってくると、そのブレイクってよく言うけど、この休みっていうことも楽しいし、元気になって、そのなんだろう、自分がね、例えば不登校のお子さんとかっていうのは、朝起きて物理的に血圧が上がらなかったりとか、物理的にエネルギーが溜まってなくて、もう本人も学校に行きたいんだけど行けないっていうお子さんっていっぱいいらっしゃるそうなんです。だからそういう時に、自分ももしかしたら疲れてるって言ってるけれど、エネルギーがもう溜まってなくて、ただただこの漏電しているような、そういう状態なのかもなって自分に対してこの慈愛を持ってあげると、ちょっとそこにこうね、その穴を塞ぐために、じゃあここで休んであげようとか、それを許可してあげようとか、周りの人に理解してもらおうとか、でもいい人で優秀で気が回って素晴らしくて、周りに頼られてばっかりだと今度休む言い訳ができなかったりとかするから、もうそれはなんかね、ご家族が受験なんですとか、ね、こういう理由でちょっと出張ですとか、上手にいろいろなことを使いながら、やっぱりそのタイミングを測って、自分にそのスペース、体験をあげるってすごく大事だし、そこにこの遊び心があれば、ね、別になんかネットフリックス見ててもいいし、海外に行ってもいいし、綺麗な森や海を見ていてもいいし、何か面白いなって思う料理をしてもいいし、いろいろまたそこでクリエイティビティが出てくると元気になってくると思うの。そうですね。そうですね。頑張らなければいけないって思っていらっしゃる方が多すぎるんだと思うんですよ。だから皆さんがちょっとこの撮影の前におっしゃってらしたんですけれども、休むために頑張らなくっちゃって。頑張ります私って言われちゃうの。休むために頑張ります。頑張らないで。もう頑張らないで。どこか自分は頑張りが足りないんじゃないかっていうマインドがあるんですよね。私たちは思い込んでいるんですよ。何なんだろうね、これ集合的なものなのかしら。やっぱり自立している我々大人っていうのは常に頑張ってなんぼだっていうふうに思っているし、この間私ちょっとお話ししていた時に、棚ぼたと自分で頑張るというのを価値の天秤の上に乗っけると、多くの人は自分が頑張る方が価値があるって思ってらっしゃる。棚ぼたで受け取るよりも。だから棚ぼたで受け取るとラッキーと思ったんだけど、私がこれもらっちゃっていいのかなってすぐ罪悪感に入られたりして、でも自分が頑張ったっていうとなんか堂々と受け取れるような気がして、だからもう自分が頑張るっていうのがまずないとお休みは受け取れないっていうのがあるんじゃないかしら。なんか前提条件がやっぱりなんかあるのかもしれないですね。私今の話伺ってて、小さい頃にうちの父に口癖のように言われてたのが、お前は棚ぼたの人生だから、口開けて棚ぼたばっかり受け取ってたら大変なことになるぞっていつも言われて、何が棚ぼたなんだろうって思ってて、でその後人の3倍頑張って普通だからねって言われたから、3倍頑張って普通なんだって思うから、どこが普通でどこが棚ぼたで3倍頑張ってたらそれは棚ぼたにはならないと思います。そうだからもうなんか自分の中でぐちゃぐちゃなんだよね、それが。だからなんかすごく頑張るってことが悪いことではないし、それはコミットメントでもあったりするけど、そのハードワークっていうのは依存の段階
ね、ある一定以上のここまでですよ、あなたが会社から求められてるハードルは。じゃあこれはちゃんと誰にも何も言わないでできるようになりましょうねっていう、そこまではハードワークをしてその態度を整えていく必要があるけれど、自立になったら今度感情を整えるだから、ハードワークで犠牲をしていい人をやって、保証行為でもうツンってやったら爆発しそうだみたいな、その怒りを持ってるようであったら、それは休んで、自分にスペースとか時間をあげて、感情を感じる環境とか、そういうものを提供してあげる必要はあるわけですよね。で相互依存になっていったらお互いがお互いを分かるから、あ、じゃあちょっとここでご飯でも食べに行くとか、少しゆっくり休んだらみたいに、お互いがお互いにここの部分持つからねっていうふうに提供し合えたりする。はい、私たちはみんな心の中ではまだ依存状態にある、子供の時のマインドを引きずってるのね。で頑張った分だけ褒められるって未だに思っているので、頑張った分だけお休みしても OK みたいに自分に許可が下りるっていうところがあるのね。で私たちもう大人だから、大人のマインドでいいんじゃないでしょうかね。本当ですね。ゆとりを楽しんだりとか、ね、やっぱりそのほらチャクさんがよく弾丸とバラっていう話をされるんですよ。先日クライアントさんに綺麗なねバラをいただいて、でセミナーの時にそれを目の前に置いて、このバラの生き方を忘れないようにしようと私も思って置いてるんですけど、外では弾丸でもいいけど、その家庭の中ではやっぱりその女性性をたおやかにバラでいなさいって。でないと家庭の中であなたがバラだと旦那さんはあなたを捕まえることができないし、子供はあなたに相談したい時にあなたを捕まえることができないよ。あ、弾丸ね。弾丸。ピューいなくなっちゃった。そう、なんか今駆け抜けてった。何みたいなね。だからやっぱりその私たちのこの休んでるとか休みたいとか、その休むっていうこと自身がね、マインドなのかハートなのか、肉体なのか、あるいはそれとも全部なのか、でそのバランスが取れてないところがどこなのか、嫌な気持ちを感じていたとしたら逃げないでそれを積極的に、招き入れて感じて直面していくっていう、そういうことも含めて休むっていうことが言えるのかもしれないですね。そうですね。これから年末年始にかけてお休みを取れる方もいらっしゃると思うんですよね。逆に書き入れ時だから頑張らなければならない方もお仕事上おられるかもしれませんけれども、でもお休みが取れる方、お休みだからこそ戦々恐々としてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれない。いつもだったら自分のペースでお仕事ができるけれども、お休みになると家族と関わらなければならないんだけれども、どうやって関わったらいいんだろうみたいになって、かえって憂鬱になるよう帰省したらいいのかな、でも帰省するのもちょっと怖いしみたいに思われてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんよね。そんな時にちょっとバラになってみる。本当にバラのふりをしてみる。やっぱりそれぞれの独立したらそれぞれの家庭のパターンとか、生活リズムっていうのもあるから、そのストレスをみんながこう持ち込んでくる上に、もともと実家にあった集合的なものが開いてるから、実家に帰ったら本当に疲れて落ち込んで帰ってきましたっていう人は結構いる。で調子悪く年明けになる人っていうのも結構いらっしゃるでしょ。だからやっぱりその役割が走って、自分がうまくできてないなとか、兄弟との間の比較とか競争とか、親が思ったより年取ってたとか、いろいろな気持ちを感じると思うんですよね。忘れていただきたくないのは、それでもあなたの存在がみんなにとって希望なんだよ。あなたの存在が、楽しそうにしている、幸せそうにしているっていうことが人の心を和ませるよ。で、あなた自身がもしかしたら歩くヒーリングスポットかもしれないので、周りがどうであるかっていうこと以上に、ご自分がもしかしたらただいるだけで周りを和ませることができるのかもしれない。周りを本当に安心させてあげることができるのかもしれない。そんな風に自分の価値というのを見てほしいなって思います。特にお正月はそんな風な気持ちで過ごせたらいいなって心から思いますね。だから今ここに居続ける、過去を持ち込まないし、未来も持ち込まないで、今ここを楽しんでいくし、感謝していくし、
自分にギフトがあるように相手もギフトがあるんだっていう、それが与えて受け取れるとすごく豊かな体験になるかもしれない。そうなんです。今まで見えなかった家族の本当の姿っていうのが見えてくるとしたら、それはそれでとても楽しいことなんではないかなって思うし、なんかほっとして帰ってこれるんじゃないかなと思うんですけれども、まず自分から。そうですね。つながって与えて絆を感じて、ね、何か問題があったとしてもその上に行くっていう、その強い意図を持っていくっていうのはいいかもしれないですね。楽しいお正月になりますように、年末年始お忙しいところを超えて少しでも皆さんがお休みになることができますように祈っております。はい、ね、それでは楽しいホリデーをお楽しみください。じゃあねー。